離婚届は30分前に印刷した。その前、私はリビングのソファに一晩中座り続けていた。心を込めて作った十数品の料理はダイニングテーブルの上で一つも動かされず、ウルトラマン柄のケーキは溶けて見分けがつかなくなっていた。昨日は息子アンソニーの誕生日だった。夫マーク・レノンは全部準備しておけと言い、アンソニーを連れて誕生日を祝うと約束していた。だが私は家で何時間も待った結果、ソフィーが投稿した完璧な4人家族の写真にがっかりした。とんでもない話だ。マークは私が離婚を要求するとは思っていなかった。彼は眉を潜め、契約書を破り捨てた。リリー、何騒いでるんだ？ただソフィーに会いに行っただけで、連絡を忘れただけじゃないか？そう言って、彼の視線がダイニングテーブルの料理に落ち、目に一時的に罪悪感が浮かんだ。口調を柔らかくして続けた。わかった。昨夜電話するのを忘れたのは俺の悪い。直すから。テーブルは俺が片付ける。お前は昼寝していろ。午後にアンソニーと3人で外で食事に行こう。彼はいつもこうだ。激しく顔を叩いた後、甘い言葉で補う。たとえ自分がやりすぎたと分かっても、決して謝罪することはなく、ただ逃げ道を与えるだけだ。もし私がそれに従わなければ、諦めて服従するまで反撃を続ける。昔は妥協していたが、今回は別の離婚届を取り出してコーヒーテーブルに叩きつけた。何十枚も印刷してある。もう破り捨ててみろ。マークは激怒し、器を粉々に割った。うんざりした表情で私を見つめていった。アンソニーがソフィーのことをもっと好きになったから嫉妬してるんじゃないのか？リリー、忘れてるのか？お前はソフィーに借りがある。俺とアンソニーがソフィーと彼女の娘を面倒見ているのは、お前の罪を償うためだ。罪を償う？何の罪？ソフィーは私の親友だった。大学3年生の夏休み、彼女は遊ぼうと誘ってきた。夕方に家に帰ろうとしたとき、私は幹線道路を通ろうとしたが、彼女は裏通りの方が近い交差点に友達が待ってると固執した。それで2人は別れた。翌日朝起きると、マークが私の家に駆けつけて襟を掴んだ。なんで警察に連絡しない？ソフィーのことなんか気にしてないのか？最初は困惑したが、後で知ったところによると、別れた後ソフィーが悪者たちに襲われたらしい。ソフィーはリリーを守るために悪者たちに捕まったと主張した。嘘だ。一生懸命自分を弁明したが、誰も信じてくれなかった。監視カメラも故障していたため、罪は全部私の頭上に降りた。以来、私は誰の目にも罪人として見なされるようになった。両親は無情だと叱り、マークは冷血だと責めた。彼らの私に対する愛は、償いの名のもとで全部ソフィーに与えられた。彼らは仁義多動特進がないから子供を育てる資格がないと言って、アンソニーを連れ去った。そのため、私とアンソニーの関係は非常に険悪になった。だがどうしても彼を愛していたので、一生懸命関係を修復しようと努力した。二人で見つめ合った。アンソニーの目は冷たく、侮蔑に満ちている。まるで私が敵だかのようだ。お前がお父さんとソフィーおばさんの人生を台無しにした。お前がいなければ、ソフィーおばさんが俺のママになっていたはずだ。私は眉を潜めて震えた。誰がそんなことを教えた？アンソニーは不満そうに眉を寄せた。そうじゃないの？私は説明を期待してマークを見た。だが彼はただ視線をそらした。アンソニーがもしあの事件がなければ、俺はソフィーと結婚していただろうと言ってるんだ。昔なら説明を要求しただろう。彼は私の幼馴染で、彼ら二人を紹介したのは私だ。最初に彼のガールフレンドだったのは私だ。
今はもうどうでもいい。アンソニーが何を求めようと、これからは彼とは一切関わりたくない。スーツケースを持ち上げて玄関に向かった。よく読んでおけ。弁護士事務所で会おう。第2章。マークは私のスーツケースがすでに整理されているとは思っていなかった。慌てて私を止めに駆け寄った。その瞬間、外からドアの開錠音が響いた。次の瞬間、ソフィーが娘タミーを抱えて入ってきた。私の家のドアロックに彼女の指紋が登録されているとは思わなかった。だが私は明確にマークにこの家でソフィーを見たくないと言っていた。彼女は私を中傷し、私のすべてを奪った。私は彼女を憎んでいる。明らかに、マークは私の言葉を心に留めていなかった。ソフィーは私を見て表情が変わり、かわいそうそうな顔をした。リリー。タミーはすぐに彼女の後ろに隠れた。まるで私が凶暴な野獣だかのようだ。タミーは泣きながら言った。リリーおばさん、ママを叩かないで。私は冷笑してこの10歳にもならない無邪気そうな少女を見た。だがクリスマスイブ、両親の家でリリーがソフィーを叩いたと告発したのはこの少女だ。その夜は数年ぶりに臨んでいた家族の乱だった。事件以来、両親が初めて休日に私を家に招いてくれた日だった。一生懸命両親に再び愛されようと努力したが、ソフィーに階段から突き落とされた。足を痛めたのに誰も気にしてくれなかった。全員ソフィーの側に駆け寄った。大丈夫？怪我してない？と囲みかかった。私は痛みで泣きながら彼女がついたと言った。ソフィーは弁明しない。ただ赤い目で苦しそうに言った。彼女が言う通りだ。タミーが突然泣き出し、階段を降りてきながら問いかけた。おばさん、なんでママをついたの？ママはここに来ておばさんの家族の乱を邪魔したくなかったの。おじいちゃんとおばあちゃんが強引に招待してきたの。嫌いなら私たちが帰ればいいじゃない。なんでママをつくの？その言葉を聞いて、母は私に駆け寄って顔面を平手打ちした。嫌悪感を浮かべて言った。ここ数年、本当に反省したと思ったのに、以前より悪辣になっちゃったわ。その瞬間、涙はダムを決壊したように溢れ出た。私がついたわけじゃない。と涙を流して主張したが、誰も信じてくれなかった。父は失望した表情で私を見た。タミーみたいな小さな子供が嘘をつくわけがないだろ？マークは拳を握って冷淡に言った。リリー、本当に救いがないな。アンソニーは意図的に私の怪我をした足を蹴った。痛みで叫び出した。だが誰も私の苦しみに耳を傾けなかった。私が痛みで顔を歪める姿を見て、彼らはたまった怨恨を晴らしたかのようだ。一言も言わなかったが、顔からはこれはお前の報いだと書かれていた。アンソニーは言った。お前は悪いママだ。めちゃくちゃ嫌いだ。その日、私は涙を流しながら足を引きずって彼らの家を離れた。その夜の心痛味は今でも忘れられない。その最後の月で私は離婚を決心した。当時、彼は平然と離婚届を破り捨てていった。リリー、わからないのか？今は俺以外誰もお前を愛してくれない。言葉に詰まった。彼は本当に私を愛していたのか？その思いを読み取った彼は嘲笑った。愛さなければ、お前の悪行をこんなに我慢できると思う？リリー、両親はもうお前をいらない。ソフィーを養女として迎え入れたいんだ。俺の側にいて一緒にソフィーに罪を償おうじゃないか？その夜、愛されない私はマークの言葉に説得された。怖かった。世界中で誰も私を愛してくれなくなるのが怖かった。この家族を失ったら浮草のように方向を孤児になるのが怖かった。誰も好きにならない雑草になりたくなかった。
だから妥協することを学び、黙っていた。弁明をやめ、償いを名目にフシが私を無視し、ソフィー母女を優遇するのを許容した。だが長年の服従は、結局何の報われももたらさなかった。思い出すのが辛すぎて、考えがアンソニーの駆け寄りで中断された。アンソニーは私を押しのけ、タミーの手を取って励ました。タミー、恐れない。お父さんと俺が守ってるから、誰もお前とソフィーおばさんをいじめることはできない。そう言って、警告するような目で私を見た。もし彼女たちを傷つけたら、もうお前をママと呼ばない。タミーは大人びた口調で言った。アンソニー、リリーおばさんに無礼なことを言うな。こびるような笑顔で私を見て、おばさん、私とママのこと嫌いだと知ってる。私たちはおばさんみたいに何も持っていない。追い出さないでくれない？親の背を借りて悪をするという言葉が頭に浮かんだ。私は彼女に微笑んだ。何も持っていないって？この家はこれからお前たちのものだ。第3章。タミーは感情を隠す術をまだ完全に覚えていない子供だ。この家が自分たちのものになると聞くと、すぐに興奮して問いかけた。本当？ソフィーは慌ててタミーの腕を掴んだ。タミー、無理やり言うな。これはリリーおばさんの家だ。そう言って、ソフィーの目は赤くなり、不満そうな表情をした。リリー、私は決してあなたとマークの関係を台無しにしたくない。もしあなたが幸せになるなら私が帰る。その言葉を聞いて、マークは駆け寄ってソフィーの腕を掴んだ。ソフィーはそっと彼の腕の中に倒れ込んだ。彼は彼女を支えたが、私の視線と重なると慌てて手を離した。ソフィーの目には一時的に不満が光ったが、すぐに不満に置き換わった。マーク、止めて。私たちは長い間迷惑。